はいあー、警察強そうだな。いきます。うわあ、感触。じゃあさっきの肩のトン、これが当たった時ぐらいの感じでいきましょうか。こうトンですね。おお、ね、下に下ろします。ぐっとねじり下ろしてください。この時にやっぱりどうやったら力が出るかなっていうので、全身下にこう行こうとするの。またしっかりちょっと耐えてもらって、はいはい、これを待っても腕が疲れるだけで、さっきの身体意識をぐーっと中に仕込んどいて手を下ろすって感じですね。腹から力を出してすごく抽象的じゃないですか。で、僕自身はシューテツというのをパンチ力を上げるためにこの身体操作を、研究していったんですけど、そこで行き着いたのがその体幹使いなんですね。で、体幹使うというと、皆さんコアが強いっていうようなイメージを持たれると思うんです。単純にそれもあるんです。なのでシューテツでは体使いと、コアトレーニングみたいなものとやっぱり両方2本柱になるんですけども、組みます。で押します。押してもらっていいですか。思い切り、こういうのですね。もう多分普通の人には押されないんですけど、じゃあ今前に出ましたよね。じゃあ後ろに力を出す時はどうするんだろうって、普通の筋肉トレーニングとかでいうと、例えば曲げる力、伸ばす力っていうのは主導筋が違うので別のトレーニングが必要じゃないですか。じゃあ今度後ろに出してみましょうって、ちょっと向こう向いていただいて、じゃあ後ろに歩いてきてください。こういうのですね。これね、結構ごめんなさい、これ結構難しいんです。こう足の力でバッと後ろに行けばいいんですけど、要はね、足の力がうまく伝わらないんですよ。っていうか足に力が入らない感じなんですよね。なんかもぞもぞして、で、ちょっとやってみますね。こういうふうにそう前でも後ろでもいいと、前にも後ろにも強いっていうことになるんですけど、これをですね、武道的に言うと手から足から力を出したいです。じゃあ例えばですね、足を前後に開いてもらって、膝を押さえるので、もうブーンって足を切り出してください。はい、思いっきり。力強いですね。もうこれね、すっごい難しいんです。なんかできそうな気がしますけど、ちょっと待ってください。こうやって前に出そうとしても、これ自分がひっくり返っちゃうんですね。これもこれから説明していきますけど、姿勢をしっかり作ります。またしっかり押さえておいてもらって簡単に出ちゃうんです。足からも力は出ます。じゃあ次は手いきましょうか。はい、どうぞいきます。これも難しいです、はい、上腕三頭筋の力を使いたいんですけど、なんかふわっとするんですよね。ちょっと待っていただいていいですか。一回ぐっと固定しといてくださいね。そうで、腕力だと、こうなるんです。でまた固定しといてください。姿勢を変えます。っていう風に、別に腕の力が変わるわけじゃないんですけど、ちょっと両手で持ってください。もうこうすると余計しんどいですよね。で姿勢入れちゃうとこうなっちゃう。一つのことをやるだけでこうも強くなる、こうも強くなる、こうも強くなる、こうも強くなる。別に引っ張るんでも一緒です。腕相撲も別に一緒なんです。これでせーので腕でやると強いですね。で姿勢入れるとこうなっちゃう。何でも強くなっちゃう。そのコツというかポイントが、体幹の使い方にあるなっていうのに気づいたので、今のが、腹を、
強くすることが、どういうことなのかという、簡単な実例ですね。じゃあですね、腹っていうのをズバリ何がポイントかって考えてると、大腰筋なんですね。大腰筋ってインターネットで検索したらいろいろ出てくるんですけれども、だいぶ尻滅裂な感じがするというか、だいぶ、なんかそれ違うよなっていうようなものがすごくあってですね、僕も最初は大腰筋っていうのを意識したわけではなくて、腹の中が使えてきたなっていう実感を持った、そこがこの身体操作の自分の中での始まりなんですけど、だいたい6年ぐらい前ですね、ある時から動き出したのがその腹なんですけど、でその身体操作を自分なりに理解をしないと深くしていけないじゃないですか。今何が起きてんだろうと、その解剖図とかをいろいろ調べて、ってここがしんどくなってるとかっていうのがなったのが、大腰筋っていうものなんですね。それでこの大腰筋っていうのにもっと興味を持つというか、もっと深く知らなければいけないなと思ったんですけど、大腰筋はですね、皆さん自分が使えているかどうかっていうのがわからない、すごく気になるところだと思うんですけど、まず場所ですね。ちょっとごめんなさいね。腹、背中があって、なんとなくいろんな解説書とか見てると腹筋の一つのようなイメージだと思うんですね。腹筋のインナーマッスルみたいな感じだと思うんです。だから、大腰筋、よく美容系の YouTube とかでも、大腰筋を鍛えることでぽっこりお腹が解消されますとか、ちょっとね違うんですよ。で、何をチェックしているのかというと、大腰筋がちょっとでも収縮しているかどうかのチェックなんですね。最初力んだ姿勢で一回持っていただく。で伸びる姿勢をグッと作って持っていただくっていう、この差が出るか。ちょっと一回リラックスして、ぐーっと上げてください。上がりました。今浮きましたね。でまた姿勢入れます。もう一回上げてます。なんかねじゃあですね、これはじゃあどうするのかというのをやりましょう。伸びるって伸びればいいんでしょって思うと思うんですけど、伸びるってすごく僕がやってるやつは難しいんです。でいろんな要素があるんですけど、背骨が正しい状態というか、一番力が出る状態、大腰筋に力を入れられる背骨の状態で伸びないと全然ダメなんです。この重要性をちょっとお話ししたいんですけど、まずじゃあリラックスしますので持ち上げます。ぐーっと持ち、今浮きましたね。OK です。で今度ちょっと全身で力んでみます。今浮きましたね。で姿勢を整えて伸ばしてみます。もう一回。変わりますよね。僕の言ってる NG な伸び方はですね、これですね。これで全力で伸びた時の重さをちょっと試してみます。これダメなんですよ。このまままた背骨の状態戻して正しく伸びます。もう一回。変わりますね。変わっちゃうんですね。今さっきのが残っていれば、これですね、見た感じ別にちゃんとやれてるけどっていう状態の時にどういうふうに誘導するかっていうと、これをちょっと2人1組でやってほしいんですけど、この誘導してあげると途端にもっと重くなるんですよ。それはですね、これを相手にやらせるんです。ちょっともう一回いいですか。ストン。完璧ですね。これやるともうなんつうかな、すっごい重くなるんです。要はですね、息を吐きこれで持ってもらうと全然重くはならないです。なんでかというと伸びるっていう要素がないからなので、そうするとまた重くなる。
これを作りたいんですよ。なので立った状態でまっすぐ伸びてくださいって簡単に言ってますけど、すっごい難しいんです。こう人によってこう立つこともできるし、こう立つこともできるし、人の体の前後のバランスの取り方ってもうバラッバラなんですよね。この人は、かかと重心になっちゃってるからとかってもう全部バラバラなんですよ。でそれを一個一個直していくともうキリがないので、なんかそういう鋳型というかこれに沿ってやると正しく伸びれますよっていうのを、考えていくっていうのが今シューテッドやってる稽古の流れなんですけど、でまっすぐをっていうのは何なのかというと、重力のかかってる方向なんです。もうこれも絶対なんです。これが皆さん、重力に抵抗して立ってるって当たり前ですけど、今こう立ってるだけで倒れそうになるっていう人はそうそういないかもしれないです。なんとか立ってるんですよね。なんとか立ってるから、それが重力にきちんと立ててるかっていうのは別に考えなくて済んじゃうんですよね。でそのしわ寄せが来るのがだいたいもうちょっと年を取って筋肉が衰えた時に、こういう状態で無理して立ってた人はやっぱりだんだんこうなっていくと、だんだん重力に負けてくるんですよね。でその今のうちに重力の、方法に向かって正しく立つっていうのを見つけておくのがすごく大事なんですけども、じゃあその重力に向かってまっすぐ伸びましょうっていうと大体まっすぐにならないんです。でこれを修正していくためにワークをやりますので、これをちょっと解説します。ですね